今回の研究テーマは耳抜きトゥインビー法です。耳抜きの仕方はいくつかありますが、そのうちのトゥインビー法について解説します。トゥインビーという名前はあまり聞いたことがないかもしれませんが、実は一般的に一番よく知られている方法なんですよ。こんにちは、素潜りマーメイド研究所所長のマリダイバーです。昨日は沖縄ケラマ諸島の海の中を背景にお話ししましたが、今日はメキシコカンクンのカスタ・デルフィネスの海岸からお送りします。ライセンスを取るときに習ったと思いますが、耳抜きのやり方は一つでありません。バルサルバ法、フレンツェル法、トゥインビー法、この他にもいろいろありますが、この3つが代表的な耳抜き方法です。そのうちのトゥインビー法についてお話しします。何それ、聞いたことないという方も多いでしょうが、実は一般的には一番よく知られている方法です。結論から申しますと、トゥインビー法は唾を飲み込むことです。唾をゴクンと飲み込むことで耳抜きができるんです。正確に言いますと、鼻をつまんで唾を飲み込むのがトゥインビー法、鼻をつままない方法は嚥下法というんですが、どちらも唾を飲むという点で同じです。高層ビルのエレベーターが上がっていくとき、新幹線がトンネルに入ったとき、飛行機の上昇していくときなど、耳に違和感を覚えることありますよね。そんな時に親御さんとかから唾を飲み込むといいよって教えられたと思います。そうすると耳がポコッとかキュッとかいって元の状態に戻りますよね。あれを鼻をつまんでやる方法がトゥインビー法です。地上だと鼻をつままなくても抜けることが多いですが、水中ではより圧力がかかりますから、鼻をつまんで空気の逃げ場をなくすことで確実に耳抜きをするやり方ですね。このメカニズムを詳しく説明しますと、唾を飲む時に顎が動きますよね。顎が動く時に耳周りの筋肉も動かすので耳管が開くんです。耳管というのは前の動画でも説明しましたが、鼻から耳をつないでいる細いパイプのことです。普段はピタッと閉じているんですが、息を吹き込んだり顎を動かすとストローのように開くんですね。そして耳管が開いたと同時に唾を飲んで、のどちんこがぐっと上側に動いて口の中の空気を押すんですね。すると鼻をつまんで行き場がなくなった空気が耳管の方に流れて、鼓膜をポコンと内側から押すんです。ちょっとやってみましょう。鼻が見えた方が分かりやすいので、いつものダイビングマスクではなくてゴーグルにしてみました。鼻をつまみます。唾を飲み込みます。はい、これだけです。きっとうまくできたのではないでしょうか。唾を飲み込む嚥下法やトゥインビー法は鼓膜や耳管への負担が少なくて理想的な方法であると言われています。耳を痛める可能性が非常に低くて安全です。または子供の頃からやっている方法だと思うので、最も簡単な耳抜き方法であるとも言われています。でもね、私実は一番難しい方法じゃないかなと思います。理由は2つあります。まず第一に、唾を飲み込んで耳抜きができるというのは体質的なものが大きいです。生まれつきできる人とできない人がいます。前に飛行機に乗った時に小さなお子さんが耳が痛いって言って泣いていて、お母さんが飴を食べさせたりして唾をゴクンって飲んでっていう風に言っていたんですが、何度やっても痛いよって泣いていたんです。小さいお子さんだからというのもありますが、体質的に唾を飲んだだけではうまく抜けない人もいるんですよ。そして第2に、海でそれができるのかって話です。耳抜きがうまくできない方ってビギナーが多いですよね。海とかダイビングプールもそんなに経験がなくて、きっとかなり緊張していると思います。緊張すると喉が渇きますよね。カラカラです。そんな時に唾が出ますかって疑問なんです。しかもビギナーほど頻繁に耳抜きが必要になります。水面で 1,2 回、水中でも水深5メーター潜るまでに数回必要かもしれません。そんなしょっちゅう唾を飲み込めます？私無理だと思うんですよね。素潜りやマーメイドスイムだと潜行スピードも速いです。ほんの数秒で水深5メーターに到着します。その間に唾を何度も飲み込むなんて無理ですよ。さらに難しいのがスキューバダイビングの方で、スキューバって口をぽっかり開けてレギュレーターを加えてますよね。で、口で呼吸をしているわけです。こんな風にね。この状態だと口も喉もカラッカラです。ましてや湿度ゼロの乾いた空気を吸っていますし、唾なんか絶対出ないですよ。この嚥下法トゥインビー法というのは
一応こんなのありますよみたいに紹介している机上の空論というか、実際のダイビングではほぼ使えない方法ではと思っています。もちろんね、水上でも十分リラックスして慣れているダイバーならできるでしょうが、そういう上級者はもっと別の方法、フレンツェルだったり顎を動かす方法を取るでしょうし、オートマチックに耳が抜けるという人は無意識に唾を飲み込んでいることも多いです。でもね、耳抜きというものがどういう現象なのか説明するときには一番わかりやすい方法ですよね。もし嚥下法、トゥインビー法が体質的に合っている方なら、じゃあちょっと唾飲んでくださいって言って、その時に耳が鳴ったり鼓膜が動く感覚が自分でわかるので、それが時間が開いたってことですよ、耳抜きできたってことですよって説明しやすいですよね。ということで、まず最初にトゥインビー法を解説しました。この方法でうまくできない場合でも心配しないでください。大丈夫です。次回お話しするバルサルバ法が張っていたり、または別の方法がやりやすいかもしれませんね。次も一つずつ丁寧にご説明していきますので、耳抜きに困っている方はぜひ試してみてくださいね。では次の動画もお見逃しなく。もしこの動画が面白いと思われましたら、見たよという合図代わりに高評価をポチッと押してくださいね。疑問、質問、実験、検証のリクエストも気軽にコメント欄に書き込んでください。次の動画でまたあなたとお会いできたら嬉しいです。